今日は私のカバンの中身を紹介します。そうですね。普段はこういう小さいヴィンテージのバッグを持って外に出てるんですけど、今日は撮影の時にいつも持ってってるこういうバッグに私物を入れてるんですけど、紹介していきます。はい、1つ目は水筒。はい、これはいつも絶対撮影の時に持って行ってるんですけど、メイクの朝準備中って結構バタバタしていて飲みに行ったりとか食べ物食べに行ったりっていう時間もなかなかなかったりするので、朝前もって温かいお茶をこれに、入れて撮影に出ていくようにしてます。はい、でこの中にこれをいつもチャイなんですけど、フランスのパリのカフェで作られてるオーストラリア系のカフェなんですけど、そこのカフェの中で作っているチャイでオーガニックでお湯を入れて、で結構お茶って割とドライじゃないですか、中身が。で結構中がまだフレッシュで、はい、かなりおすすめのチャイ。あとはノート。はい、ノートなんか気になった時に携帯にメモできないようなものはやっぱり書かなきゃいけなかったり、絵を描いたりとかそういう時はあえて、はい、こういうところにメモするように。これはマルシェで、はい、買いました。ちょっと日本っぽい柄なんですけど、はい、そこがちょっとあえてお気に入りで、はい。そうですね、仕事関連でも、プライベートのことでもちょっとなんか、はい、イラストでメモしたいなっていう時とかはここに、はい、するようにしてます。はい、あとこういうポーチにいろいろ、はい、これはシャネルのいただいたポーチで、ここに携帯ですとか、あとはお財布ですとか、お財布はいつもちっちゃくて軽いのが好きなんで、多分これきっとお財布じゃないんですけど、自分はお財布として、はい、使ってます。あとは香水も一応そんなにいつもつけるわけじゃないんですけど、これモロッコで買ったオレンジブロッサムの香りの、オレンジブロッサムってなかなかいいなっていう香りが見つからなくて、モロッコでやっと見つけた、はい、オレンジブロッサムの香りの香水で、あとは鏡ですね。これお土産でいただいた京都の、はい、日本人じゃないんですけどフランスのお友達が日本に遊びに行って、はい、買ってきていただいた鏡は一応いつも、はい、あとはこういうエアポッドジャズとかも聴きますし、そうですね、あんまりジャンルはそんなに偏ってないので、はい、ヒップホップ聴いたりとかいろいろロザリアですとかいろいろ聴いてます。はい、あとはリップは仮装するので、リップはいつもこれはディオールの、はい、リップで成分もかなりナチュラルな、はい、リップなのでかなり保湿力も高いのでこれを愛用してます。あとは、これもディオール、これはちょっと色付きの口紅です、はい、結構おすすめのディオールアディクトっていう、はい、塗ってもちょっと透明感もあってツヤ感も出る、はい、今日ちょっと塗ってるんですけど、あとはこれは自分でミックスしてるアロマ、ちょっとストレスが溜まった時にミックス、ラベンダーとかベルガモットすごい大好きなので、癒しが必要な時に撮影の合間にそうですね、こうしたりとか、あと香水みたいにこうつけてもいいですし、はい、こういう、とことかもいいです。
色ミントとかもいつもメイクさん絶対やっぱり必要かなっていう、近いので、はい。とか、あと歯磨き粉も、歯ブラシも結構、はい。歯ブラシ今日ちょっと忘れちゃったんですけど、これいつも撮影の時は持っていくように、これはオーガニックの歯磨き粉でウェレドン、はい、を使ってます。結構ミントがかなり強いので、食べ終わった後にちょっと眠くなりそうな時にも効き目が、はい。あとはお茶、緑茶も、はい、入れたりとか。お茶は割といつも、まあ、こういうお茶ですとか、チャイですとか、自分の好きなものを入れるようにしてます。なかなか割とその撮影に行ってケータリングだと自分の好みのものがなかったりすることもあるので、はい。なんかこれとか、これもなんか癒しグッズ。これ日本のなんですけど、知ってます？これ握るとストレス発散になる。ちょっとってなった時にこれをちょっとギュッと、はい、絞ってでもちょっと可愛いんです。ロールケーキの、はい、ロールケーキ、クロワッサンとかもあったんですけど、これはロールケーキで、これで、はい、全部、はい、小物でバラバラになるようなものを全部これに。基本は多分コスメポーチなんですけど、ちょっと大きめのコスメポーチなので、私携帯も入れてしまったりとか、はい、自分の私物をここにまとめて入れるようにしてます。はい。あとは、そうですね。これも絶対撮影の時は。環境がどうなのか行くまでわからないので、スタジオ行ってみると結構寒かったりとか、逆に暑かったりとか、どっちかっていうと薄着で、こういう感じで薄着で行って、寒い時にこういうユニクロのを着て温度調節を、はい、するようにしてます。これも特に映画の時とか撮影が長い時にマッサージ機、手が結構疲れる仕事なので、ずっとメイクしてるとこう固まってあんまり動かさずに仕事してるので、結構ここに来るんですね、疲れが。肩ももちろん来るんですけど、腰ですとか。なので合間に隠れてちょっとマッサージしたりとかしてます。はい。癒しグッズがちょっと、はい、多いです。これは日本のヨドバシカメラで買いました。はい。このトートバッグ、これ革ではなくて、ちょっと合皮なんですけど、結構おちょこちょいで、いろいろこぼしたりとか、メイクですと、メイクのものをたまに入れることもあるので、結構液体が多いので、革物とかあんまり持って歩けないので、そういう合皮とかですぐ、液体が漏れてしまった時に、拭いたり、掃除できるようなカバンの方が、楽かなと思って、いつもこれを、ヴィンテージなんですけど、はい、こういうバッグで、はい。いつもこのバッグで、リタッチをしてるんですよ。撮影中に、こうかけて、こう、筆なども刺してリタッチしてる、はい、感じですね。これそうですね。パリベルランっていう、パリのプロ用のショップがありまして、そこに売ってるメイク用のリタッチのバッグなんですけど、割と使いやすいので、ヘアさんも使ってたりとか、コームをここに刺したりとか、そこまで深さが逆にあると結構大変なんですね。物探すのが。結構割と浅めなので、こうちょっと開けてすぐどこに何があるかっていうのが分かりやすいバッグなので、皆さん結構割と持ってる方が多いです、このバッグは。はい。入ってるものは、スキンケアとかですと、ボディクリーム。これはアンティポートっていう、多分ニュージーランドのブランド、オーガニックのブランドで、はい、こちらをボディクリームは使ったりとか、あとはリムバーも絶対いつもリタッチのバッグに入れるように、これはビデオ出るので、はい、根強い人気で皆さんやっぱりね使ってますね。はい。とか、あとは
これはニュックスのリップクリーム。これもオーガニックなんですけど、すごい好評で、塗るたびに皆さんにこれどこのっていう風に聞かれるんですけど、香りがすごいアプリコットで、はい、いい香りがするので、よく聞かれます、これは。あとは、そうですね。フェイスクリームも一応小さめのもいつも入れるように、はい。ちょっとお直しするときですとか、乾燥したなっていうときに、はい。小さいクリームもいつも入れ、これウェレダの、はい。ですね。あとはミストも、クリームとかも。まあ、このバッグに入れるのは、なるべく小さい、はい、重くもそこまでないようなものをなるべく使うようにしてますね。あとは、パウダーですとか、テカリを抑えるために。で、ファンデーションですとか、はい。アイシャドウ。結構ピグメントが結構強いので、はい、かなりおすすめのアイシャドウ。色もすごい可愛いんですよ。はい、こんな感じで。あとは、まあ、チークも、はい、入れてますね。まあ、一通り全部入れてますね。使ったものは入れて。見た目で見てるよりも、そうですね、写真で上がった時に、モニターで、ちょっと薄すぎたなっていう時にすぐ足せるように、常に使ったものはだいたいみんなポーチに入れて使うようにしてます。はい。これはハイライター、シャネルのなんですけど、すごいおすすめの、ツヤを出す、はい。ハイライターで。これはシャネル。で、これは、資生堂のクレドポーのコンシーラー。で、これ結構使ってる方多いですね。プロのメイクさんで。はい。すごいおすすめのコンシーラー。これもよく使ってるシャネルのコンシーラーなんですけど、はい。これもよくいつも使ってます。あとは、そうですね、マスカラはディオールのマスカラですとか、まあ、眉毛、アイブロウマスカラも、あとはディオールのアイライナーですとか、はい。もうこれはシャネルのアイライナーですね。はい。もうとりあえず使ったものは全部これに入れて。これはシスレーなんですけど、はい、すごい大好きなアイシャドウペンシルでよく使ってます。これもそうですね。これもよく使ってる。ちょっとなんて言うんでしょう。ちょっと日焼け感を出すようなパウダータイプのようで、でも実はジェルタイプなので、なんだろう、塗った時にパサパサ感が出ないというか、はい、フレッシュなままを、はい、保てるコンパクトです。あとは、これは本当に昔からデクレオールのオイル、はい、これは本当によく使ってます。はい、これ多分10年以上。ちょっとパッケージは変わったりしてるんですけど、これはもう10年以上前から、はい、使ってます。ちょっと乾燥してるモデルさんだったりとか、はい、の時はクリームを塗る前に、はい、これでマッサージしてあげたりとか、香りもすごくアロマでリラックス効果もあるので、はい、あとは筆。一番やっぱり使うのは博王堂の、はい、筆。日本のものです。はい、やっぱり違います。タッチが全然違うので、肌触りが全然違うので、絶対使うようにしてますね。いろんなタイプがあるんですけど、これはちょっとチークに使ったりとか。肌の色ですとか、リクエストされるメイクにもよるので、多少アイシャドウの色とかは変わったりとか、はい、します。こういうメイクにしてくださいって割と具体的にリクエストされる時もあるんですけど、全くない時もあるので、そういう時はそうですね、なるべくたくさん持っていくようにしないと、はい、行ってみて、はい、スタイリストさんですとかフォトグラファーさんですとかクライアントさんと相談しながらメイクを決めてっていう感じですね。はい、はい、じゃあ今日は仕事のバッグと私の私物を紹介させていただきました。バイバイ。